減衰を使用する方法を説明します。減衰とは、摩擦や抵抗などによって運動のエネルギーが小さくなっていく効果のことです。例えば、減衰がないとドアが早く閉まって部品が壊れたり、ドアが揺れて閉まらなくなる可能性があります。減衰を使用することで、ドアがゆっくり閉まるように調整できます。減衰には、線形減衰と傾斜減衰の2つの設定方法があります。線形減衰を使用すると、任意の方向に動く物体を減速できます。例えば、Y 軸に沿って動く物体を減速できます。傾斜減衰を使用すると、回転している物体を減速できます。例えば、Z 軸に沿って回転する物体を減速できます。パート1では、三角柱や円柱を使用して、減衰の効果を確認します。三角柱を作成し、減衰の効果を確認します。E カタログのタイプ別モデル、フィジックスを開きます。アローコライダーを追加します。コンポーネントプロパティウィンドウのフィジックスエンティティタブを開きます。物理タイプを物理内に設定します。物理内は、コンポーネントが重力や外部からの力の影響を受けます。シミュレーションを実行します。三角柱を持ち上げると、マウスカーソルを軸に振動し始めます。床に落とすと振動が止まります。再度ゆっくり三角柱を持ち上げると、振動した後、その場で静止することがわかります。シミュレーションをリセットします。減衰の設定を確認します。モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビア、フィジックスエンティティを選択します。プロパティウィンドウを確認すると、線形減衰と傾斜減衰の項目があります。線形減衰と傾斜減衰には、デフォルトで0が入力されています。シミュレーションを実行します。三角柱を持ち上げて動かすと、振動が止まるまでに時間がかかりますが、最終的には静止します。シミュレーションをリセットします。減衰を無効にします。線形減衰と傾斜減衰を-1にします。シミュレーションを実行します。三角柱を持ち上げて動かすと、振動したまま静止しません。シミュレーションをリセットします。減衰を最大値にします。線形減衰を1000にします。傾斜減衰を400にします。シミュレーションを実行します。三角柱を持ち上げて動かすと、ほとんど振動しません。シミュレーションをリセットします。線形減衰と傾斜減衰を1にします。シミュレーションを実行します。三角柱を持ち上げて動かすと、振動した後、揺れが小さくなり、最終的には静止します。シミュレーションをリセットします。円柱が倒れる時の軌道を表示し、減衰を可視化して確認します。ファイルタブを開き、すべて消去を選択します。ホームタブを開きます。E カタログのタイプ別モデル、フィジックスを開きます。シリンダーコライダーを追加します。コンポーネントプロパティウィンドウのフィジックスエンティティタブを開きます。物理タイプを物理内にします。円柱を積み上げます。ツール、パターンを選択します。パターンウィンドウのパターンに沿ってでプラス Z を選択します。カウントを8にします。適用するボタンをクリックします。
シミュレーションを実行すると、円柱の振動が大きいため、崩れ落ちます。シミュレーションをリセットします。すべての円柱の線形減衰と傾斜減衰を変更できるようにします。モデリングタブを開きます。Python スクリプトを使用して、すべての円柱の物理エンティティを一括で制御します。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。3行目以降を削除します。app イコール get アプリケーションと記述し、アプリケーション情報を取得します。シリンダーズイコールと記述し、リストを作成します。C4C in app.components と記述し、アプリケーションまたは 3D ワールド上にあるコンポーネントを C という変数に代入します。円柱を取得するため、if シリンダー in C.name と記述し、シリンダーという名前のコンポーネントをリストに格納します。プリントレンシリンダーズと記述し、円柱の個数を出力ウィンドウに表示します。コンパイルボタンをクリックします。出力ウィンドウを確認すると、8と表示されています。円柱は8つあるため、円柱がすべて取得できたことがわかります。円柱を取得したことが確認できたため、プリント関数をコメントアウトします。4C in cylinders と記述し、円柱のリストを C という変数に代入します。フィジックスエンティティを選択し、プロパティウィンドウを確認すると、線形減衰と傾斜減衰の項目があります。物理エンティティを取得し、減衰を設定します。b イコール c.getBehavior Physics Entity と記述し、円柱の物理エンティティを取得します。b.lineardamping イコール0と記述し、線形減衰を0にします。b.angulardamping イコール0と記述し、傾斜減衰を0にします。コンパイルボタンをクリックします。ロボットの信号を使用し、円柱を倒した時の軌跡を設定します。ホームタブを開きます。E カタログのタイプ別モデル、ロボッツ、三菱エレクトリックを開きます。RV13FL を追加します。コンポーネントプロパティウィンドウのアクション設定を展開します。シグナルアクションが表示されるため、出力で81を選択します。RV13FL のシグナル81は、オントゥルーに総インボリュームオン、オンフォルスに総インボリュームオフがデフォルトで選択されています。総インボリュームは、指定したジオメトリーの軌跡を描画することができるため、デフォルトのままにします。総インボリュームオンのスイープジオメトリーにロボットがデフォルトで選択されています。スイープジオメトリーは、軌跡を描画したいジオメトリーを指定できます。ロボットではなく円柱の軌跡を可視化するため、ジオメトリーを変更します。入力エリアをクリックし、RV13FL を削除します。プラスボタンを選択します。Add Sweep Geometry Items ウィンドウが表示されるため、円柱をすべて選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのスイープジオメトリーを確認すると、円柱が選択されたことがわかります。Add Sweep Geometry Items ウィンドウを閉じます。マテリアルで軌跡の色を変更します。軌跡の色がわかりやすいよう、透明の色を使用します。トランスプアンダーラインオレンジを選択し、透明なオレンジ色にします。総インボリュームオフのストアジオメトリーにチェックを入れ、シミュレーション中に作成した軌跡を保存します。チェックを外すと、シミュレーションリセット時に軌跡が消えてしまうため、チェックを入れます。ロボットのプログラムに設定した信号を使用し、軌跡を出力するための設定をします。
プログラムタブを開きます。マニピュレーション。ジョグが選択された状態でロボットを選択します。プログラムエディターウィンドウのサブプログラム。メインにセットバイナリ出力ステートメントを追加します。ステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントに81を入力し、軌跡を可視化する信号を設定します。出力値にチェックを入れて True にします。円柱の軌跡を10秒間表示するよう設定します。遅延ステートメントを追加します。ステートメントプロパティウィンドウの遅延に10を入力し、10秒間遅延させます。サブプログラム。メインにセットバイナリ出力ステートメントを追加します。ステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントに81を入力し、軌跡を可視化する信号を設定します。出力値にチェックは入れず、フォルスにします。シミュレーションを実行し、ロボットプログラムが終了するまで10秒間待機します。プログラムの終了後、シミュレーションが停止します。シミュレーションをリセットします。新規コンポーネントとして軌跡が生成されたので、軌跡を比較するため、シミュレーションの妨げにならない位置に移動します。軌跡を選択します。マニピュレーション。移動を選択し、プラス Y 軸方向に移動します。軌跡を確認すると、下から3番目の円柱から倒れていることがわかります。三角柱や円柱を使用して、減衰の効果を確認する方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。